よし、ちゃんと水上を進んでくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は人力ボートを作ってみようと思います。最新の動力伝達の仕組みを利用してスクリューを使って移動できるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは以前作った自転車を呼び出してその部品を利用した実験をしておきます。こんな感じで動力が伝達される側の回し車に1メートルの棒とその先にタングステンの重りをつけます。この状態で回し車を回してタングステンを持ち上げることができれば、その重量分のトルクを伝えることができるというわけです。このくらいだと簡単に持ち上がりましたが、もう一つタングステンをつけると持ち上がってくれません。重さを調整していった結果、このくらいの大きさのタングステンがギリギリ持ち上がる重量みたいです。重量を測ると 33.1kg だったので、トルク換算すると300ニュートンメートルくらいだと思います。そしてここで回し車同士が重なっている幅を少なくすることで伝達できるトルクに変化があるか確認しておきましょう。このくらい幅が狭くてもちゃんと伝達してくれるんでしょうか。先ほどと同じタングステンのかけらをつけて試してみると、なかなか持ち上がりませんでしたが、そのまま回し続けていると、よし、ちゃんと最後まで持ち上がりました。つまり、噛み合う面積を減らしても多少滑りやすくはなりますが、伝達できるトルクには影響しないということですね。この性質を利用して、薄い回し車を直角に組み合わせた回転方向を90度変更する仕組みを作りましょう。こんな感じでちょうどいい位置にくっつければ、ちゃんと回転の方向を変えて動力が伝わっています。1センチほど隙間を空けて動くと膨らむ判定を利用しているので、ベアリングに変な負担もかかっていないはずです。この回転方向なら水中でスクリーンを回して前に進むことができそうなので、ここからは水と同じ比重のプラスチックの板を利用して軸を回転させながらスクリーンを作っていきましょう。この時スクリュー側ではなく地面側を持って結合操作を行うのが素早く作るコツですね。スクリューが新しい部品に接触したら1秒以内くらいに結合操作しないと接着できないので注意しましょう。よし、ぐるっと一周スクリューの羽を貼り付け終わりました。とりあえず足の力で回すとちゃんと回ってくれるのが確認できました。元気よく回ってくれているのでスクリューとして機能してくれそうですね。ここから水上を移動できるように松材を使った浮きと地面に擦らないようにするための棒、スムーズに移動するためのタイヤを追加したら、とりあえずこのまま海の方に向かっていきましょう。スクリューがプロペラのように働いて前に進むかと思いましたが、プロペラとしての推進力は思ったよりかなり弱かったみたいなので、地上ではまともに進みません。私が揺らしてなんとか海の中まで持っていくと、なるほど。ちゃんと進んではいますが、ちょっと沈みすぎですね。だったら、松材の浮きの部分をもっと軽い軽量プラスチックに素材を変更しましょう。これならどうでしょうか。まだ沈みすぎです。ベアリングが結構使われているので、思ったより重いみたいです。なので、もっと体積の多い浮きに変更しましょう。タイヤに歩くようにして海の中に入ると、よし、ちゃんと水上を進んでくれています。足首くらいまでは水に浸かっていますが、これ以上浮かぶとスクリューが水からはみ出てしまうので
このくらいでちょうどいいと思います。速度はそれほど速くありませんが、完全な人力でスクリューを回して進むことができているので、よしとしましょう。ここでカメラを固定して旋回性能を見てみると、それほど大きくもなく重量も重くないので、私が方向を変えればクイックに追従してスムーズに旋回することができています。もちろん私が後ろに後退すればバックすることもできるので、思ったところに移動するのは簡単です。水上を歩く感覚で移動できるのがこの人力ボートのいいところですね。ちなみに私の視点だとこんな感じです。スクリューの回転数は 110rpm くらい。水上を移動する速度は秒速 1.4 メートルとかなり遅いです。それでもだいたい人間がゆっくり歩いてるくらいの速度なので、人力で水上を移動する乗り物としては必要範囲だと思います。ちなみに大きな回し車を回してその力で水面を滑走するタイプの高速モードだと秒速30メートルくらいは出るので、この世界のスクリューは効率のいい能力とは言えないかもしれません。それでは最後は人力ボートに乗って遠くまでクルージングに行きましょう。この世界のプレイヤーはスタミナがなくなることなくどこまでも走り続けられるので、バッテリーや燃料を必要とすることなく遠くに行くことができました。でもさすがにキリがないので、近くに見える陸地に上陸して終了としましょう。それでは人力での航海を十分楽しんだので、スライムを捕まえてきて燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた人力ボートさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー